ちなみに今それはどういった作業をやられてるんですか？ですね、この糸巻きっていうのはあるんですけども、弦を張ってこれでチューニングするための、これは非常に要するに温度と湿度に敏感なんですね。ああ、なるほど。で今湿気ているので、非常に糸巻きが硬くなって回しづらくなるので、その調整ですね。なるほど。それと一緒に音のバランスをとっているところです。なるほど。というのは春夏秋冬音が温度と湿度によってですね、音のバランスが変わってくるんですよね。なるほど。ですから要するに年に4回は本当はきちんと調整しないとベストの音が出ないんですけれども、季節に合わせて。そうですね。ですけどなかなかね、そういうふうに神経質にやってる人はあんまりいないんですけど、そうですか。年に1回か2回はこういうふうに調整した方がいいですよというふうには言ってます。今ちょうど今の季節、夏の高温体質に合わせて調整しているところです。なるほど。ですからこれは冬の乾燥した時期になると調整が逆になるんですね。なるほど。違う調整に仕方になります。それでバランスを取るということですね。なるほど。その季節に合わせたベストの音の調整というのは僕らの一番の仕事の一つですね。これはですね、コマの弦の高さのですね、バランスは取れてないので今調整しているところです。なるほど。この4つの弦の角度が正しくないと非常に弾きづらくなりますので、それをこのカーブをですね正しくするために調整しています。この楽器自体は工場で作られた大量生産品の楽器なので、そこまでちゃんとした調整はしていないんですね。なるほど。基本的に工場の方はとりあえず音が出るようにはしているので、それを弾きやすいように調整するのは僕らのお仕事です。専門店の職人の仕事です。毛のキューティクルと、弦との摩擦で音が出るということで、でそれを長らく使うとその引っかかりが悪くなったり、毛自体が伸びていったりっていうので、定期的に弓の毛替えをするのがやっぱりこの一番多いメンテナンスの一つではありますね。でこれはもう新しい毛を貼ってるんですけど、基本的にそうですね、その本体とついてるのがもう木でくさびといって、この穴に合わせた木でをもう物理的な力だけで抑えているっていう状態ですね。でもこっち側に引っ張られていくんですけど、それを木がぴったり合うことで抜けてこない。こうやって引っ張ることで、その弓の毛を張ったりしたときに、なんですかね、その余計にまた伸びてきて、その緩みとかが出ないようにしっかりその元の締める段階でも緩みをなくしておくという、この半月状のリングをはめて、その上でさらにこっちのくさびがこの状態でまた合わせますけど、なるほど。でここにも木のくさびがはまって、で先ほどのようにここまで毛を均一に伸ばしてきて、結んで仕上げるっていう形です。一応材料を置いてきました。これがバイオリンの
作る体制というか、今からですけどね。僕の場合は修理が多いので、はい。大体時々しか制作できないんで、なるほど。1年に1台作れるかどうかなんですね。その1台制作するのに、はい。大体どれくらい作り始めからその完成まで時間がかかるものですか？もちろん制作者によってね、丁寧にやる人と、急いでやる人といますので、よく言われているのは平均200時間は必要だと思います。で、その200時間というのはこの白木の状態で作れた。で、ニスを塗る時間はまた別なんですよね。なるほど。で、これはビオラの裏板ですけど、今、ここはドリルで電波穴開けて、わざとこうやったんですけど、で、こういうので、こうやってですね、こう削っていくわけです。なるほど、なるほど。まだ制作の途中で始まったばかりです。で、僕の場合は制作台数少ないので、だいたい1台ずつ違う形で、少しずつ変化させてます。それは1台ずつだからデッサンを書いて、それを、型を起こして、もうごくわずかな、例えば1ミリとか0.5ミリとかの範囲内ですね。もうバイオリンは一応ボディサイズとかは決められてるんですよね。ですからその範囲内でしか作れないので、極端に大きくしたりするとバイオリンじゃないっていうことになってしまうので。なるほど。それを毎回そのデッサンして型から起こすというのは何かあるんですか？数ミリしか違わないものをこう起こす理由というか。ですから本当にちょっとしか違わない場合には、それを前の型を少し手直しして使うこともありますし、で基本的に僕の場合はいろんな形、ストラドとかガンレリとかの古い楽器をですね研究していますので、そういうのに触発されて、今回はストラドモデルでしようかな、次はガンレリモデルでしようかなっていうような。なるほど、なるほど。基本形があるんですけれど、それを自分なりにアレンジして作るので、少しずつ形が変わっていくんです、ね。なるほど。やっぱり昔と今では、僕自身の考えも変わりますけど、むしろその社会的な需要が変わってるんですね。昔は簡単に言えば20年、30年前は大きな音で強い音で弾くというのが当たり前だったんですけど、徐々に時代の変化とともに今はもう少しそれだけではやっぱり、満足されないんですね。それに癒しというんでしょうか、ね、柔らかさとか心地よさとか、なるほど。あと音のきれいな、音の輝きとか、そういうものを加味していかないとやっぱりだんだん時代遅れというか、そういう時代の要請もまた取り入れてやっていく。なるほど。これは表板の材料で、松の木ですね。スプルスとも言いますけどね、スプルスとかパインとかですね。で、こっちが、これはカエデですね。これはビオラですけどね。だいぶ硬いでしょう。というわけで、簡単に言えば柔らかくてよく響く表板、でそれを支える裏板ということですね。それで簡単に言えばその表板の松の木が柔らかいでしょ、ですからこれは低音を受け持つんです、で硬い裏板のカエデは高音を受け持ちます。それで高音から低音までまんべんなく出るというシステムになってるんです、なるほど。バイオリンを制作するっていうその仕事を始めたきっかけっていうのは何か大きなものがありましたか？僕ですか？はい。制作というよりは大学のオーケストラでチェロを弾いてたんですけど、そのチェロのですね、弓の毛替えとか、型の調整がやれる人がいなかったんですね。じゃあもうね、九州に誰もいないんだったら皆さん困るんじゃないのかということで、うちの師匠がですね、誰か職人にならないかと言っ
その時に募集まではないんですけど、そういう話をしたんですね。結局その時大学オケの仲間で手を挙げたのは誰もいないんです。はいはい。というのは頃日本の経済は非常に70年代なのですから、はい、非常に経済が簡単に言えば就職いくらでもあったんです。はいはい。ですから職人に大学出てまで職人になろうという人はほとんどいなかった。それでもうそれじゃあ誰もあげないんだったらもう俺は行こうということで僕は手を挙げて、とりあえずその東京にじゃあ見学に来いよという話で行って 1,2 週間ですけどね、ちょっと手伝わせてもらったんですよ。はい、そしたら実際にはその大工仕事なんですね。のみとかかんなとかノコギリを使っているのが大工仕事なんですけども、結構面白かったんで、だから師匠もじゃあね、その面白いんだったら来なさいと、来週卒業してきなさいということでした。でその時まだ3年生だと、あと1年半ありますけどって、じゃあ夏休みと春休みに来なさいということで、1ヶ月ずつ修行の前倒しですね。ということになって、簡単に言えば九州に職人が誰もいなかったというのが一番で、誰も手を挙げないから僕は行ったっていうのが本当なんですね。これからその制作バイオリンを作っていったりとか、修理も多いと伺ったんですけど、これから先の制作とか仕事において何かこういうものをやっていきたいというようなのはありますか？目標というか目指すところというか。そうですね。もともとだからその制作したってこの仕事が入ったので、はい。いつの間にかの修理兼楽器屋さん兼制作者みたいな何でも屋さんになっちゃったんですけども、それはやっぱりさっき言ったようにね、九州に職人がいなかったので、はい、仕方ないんですけど、今はもうだいぶね若い人も増えましたし、僕はもうそういう修理とかメンテナンスは若い人に任せて制作に励みたいなっていう。なるほど。初心に戻りたいなと思ってますね。それの準備は今やってるところです。そうですか。なるほど。バイオリン工房で、はい、働き始めてどれくらいになられますか？6年目。6年目。はい。もともとはバイオリンを弾いて。そうですね、バイオリンでしたね。今後その、目標にするとかこういうことをやっていきたいというのはあるんですか？そうですね、今のところはやっぱりまだまだ修理とか調整とかの技術をもっとつけていきたいっていうのがありますし、自分も福岡でやっていくのはいいなとは思っているので、そういう石田さんも言ってた、ちょっとシフトしていくっていうのも何かしら手伝えたらなるほどいいなとは思ってますね。そしたらまだまだこれからしばらくはその石田さんと一緒に、一緒にというかそうですね、将来的には自分で持って、その修理とかを頼まれたら、自分もその石田さんがシフトしたい分に担えたらいいなっていう、自分は自分でお客さんを探してというか、自分の工房を持ちたいなっていう。なるほど。なるほど。